4、2012年型に試乗しています。キャリパーの色がゴールドになったりとか、全体的に高級感が増したカラーリングになっていると、そのあたりが主な変更点というところで、主要諸言、スペック等に変更はありません。今日もですね、こうして高速道路を流している程度で走っているんですけれども、第一印象としては、当然といえば当然なんですけれども、乗りやすいなという印象が非常に強いです。一連のプロジェクトビッグワンの中で、開発されてきた、過去の CB 比べるとですね、徐々にシェイプアップされてきて、今となっては極端に大きなネイキッドバイクだなという印象はそれほど強くないですね。キリッと引き締まったボディが非常に魅力的な車体だと思います。まず高速道路上の乗り味なんですけれども、タコメーターの方はだいたい4000回転強ぐらいで走っているんですけれども、高速道路の制限速度にちょっと欠けるような速度域であっても、トルクフルな感覚というのが非常に楽しいエンジンですね。ホンダというとシュンシュンと回る、高性能エンジンというイメージが強いメーカーなんですけれども、この CB1300 スーパー4のこのエンジン、低速域からのゴリゴリとしたトルク感、そしてハンドルバーにもですね、非常にまろやかではあるんですけれども、ちょっとした、振動が伝わってきたりという感じがあってですね、ちょっと大げさかもしれないですけれども、かつての古き良き時代の空冷エンジン的なテイストもちょっと残っているかなと、そんな気もします。最高出力、101馬力ということなんですけれども、1300cc という排気量を考えれば、これでもですね、スペック的にはかなり控えめな数値なのかなという感じもするんですけれども、不足を感じる方はあまりいないんじゃないかなと、そんな気がします。エンジンの吹き上がりなんかも非常に良くてですね、この辺りはですね、飛ばそうと思えば、いくらでもスピードを稼げると、そういった能力も備わっていて、そういう意味ではですね、外観とマッチした、スポーティーなビッグネイキーと、そのイメージとはぴったりの出力特性だなと、そんな気がします。ハンドリングもですね、非常にスポーティーなのかなと思いきやですね、極めて安定性重視と、そういったハンドリングになってます。どちらかというとこの辺りはですね、リアタイヤ主体で走っていた昔のオートバイのハンドリングを少し受け継いでいる部分があるのかなと、そんな感じがします。こうやって直線をですね、流していても、後輪の存在感が非常に大きいというか、誰が乗っても安心できる乗り味なんじゃないかなと、そんな気がします。この車体、エンジンの搭載位置も含めた車体の設計なんですけれども、この辺りはですね、いたずらに低重心を狙っていないと、そういう気がしますね。どちらかというとシートに腰掛けた印象も、やや腰高な印象がありますし、そういう意味では車体の設計で安定性を稼いで、ちょっとこの、エンジンのマウント位置も含めてちょっと重心が高めに設定されているあたりでスポーツ性を稼いでいると、そんな気がします。大きな低気圧が通過した後ということで、実は非常に強い風が吹いていて、でもマイクの声非常に聞き取りづらくて申し訳ないなと思うんですけれども、実は今日それほど風が強い日ではあるんですけれども、ふらつきもせずまっすぐビシッと走ってくれているところはさすがだなという感じがしますね。でこれであれば、例えば初心者の方であったりとか女性ライダーの方でも怖くなく悪条件の中運転することができるんじゃないかなと、そんな気がします。実は今日私が乗っているこの車体、おろしたての新車で走行距離が200キロということで、なかなかですね、これだけ新車に近い状態の車体を乗れるという機会も少ないので、タイヤをですね、ちょっと他の銘柄に変えてテストもしてみようと思っています。その模様はですね、また次回お伝えできると思いますので、タイヤをリプレースしたらこの乗り味がどう変化するのか、じっくりテストしてみたいなと、そう思っています。そしてこの CB1300 スーパー4、ちょっと意外だったのが排気音が非常に心地いいです。騒音規制に対応するために非常によく消音されてるんですけれども、マフラーのですね、排気口がちょっと上に向いているので、実はこの心地いい排気音がライダーの耳には結構よく届くんですね。ちょっと嬉しい誤算だなと、そんな感じもします。いつもの通りですね、ホンダの CB1300 スーパー4で、いつものちょっと荒れたワインディングを走り始めたんですけれども、ワインディングに持ち込むとですね、この CB1300 スーパー4の出来の良さというのが余計際立ってくるなと、そういう気がします。エンジンがですね、非常にやはりよくできてますね。
もう扱いやすいことこの上ないという感じで、経験に関わらず誰が乗っても実に扱いやすいエンジンだなと、感じるんじゃないかなと、そういう気がするぐらい、このエンジン、チューニングというか調教、しつけがよくできたエンジンだなと、そういう気がします。例えば今私がこう走っているようなこういった、多少路面が荒れていてこうくるくると回るようなコンパクトなワインディング、これはツーリングのシーンでもよく出くわすような場所だと思うんですけれども、こういった時でもこのエンジン実にこう従順、右手の操作に対してもう一切唐突な動きをすることがない、そう言えるぐらいよくできたエンジンだなと、そういう気がします。こういう、狭いワインディング、当然スピードの加減速、そして倒し込み、そういったオートバイの操作が、忙しく目まぐるしくこう繰り返しやってくるわけですけれども、こういった時にこういう扱いやすくて、自分の意思に忠実にこう働いてくれるエンジンというのはもう何者にも代え難いメリットがあるなと、そういう気がします。こういったワインディング、あまり私は飛ばす方じゃないので速度あまり出さないんですけれども、その分例えばエンジンの回転が完全にドロップしてしまったりとか、そういうことがよくあるわけですけれども、そういったエンジンの回転がドロップしてごく低回転域まで落ちてしまった場合でも、どこからでもアクセルを開けるだけでパワーが呼び出せる、そのように非常にこう力強いエンジンになってます。例えば初心者の方が乗ったりとかしてもエンスとして立ちこけというような浮き目には合わないで済むんじゃないかなと思うぐらい、ごく低速域からのエンジンのしつけが非常によくできているなと、そういう気がします。次にハンドリングですけれども、ハンドリングは実に秀逸ですね。高速道路上でも言いましたけれども、ちょっと私の感覚的なもんではありますけれども、車体の設定で安定性を稼いで、エンジンのマウント位置やシート高、そういった重心のちょっとした高さで運動性を稼いでいるというような印象があるので、こういったワインディングでもどちらか一辺倒というわけではなくて、安定性もいいし運動性もいいという感じで、実に出来のいいオートバイではあるんですけれども、オートバイに乗せられてる感覚っていうのは非常に少なくて、自分で大きなオートバイを操っているんだなと、そういう楽しさも十分味わえるハンドリングになっている、そんな気がします。ただ単に重心が低いわけではないので、こういった右へ左への切り返し、こういった時でもオートバイをちょっと入力してやるだけでパタッと寝かしてこう扱いやすいエンジンを生かしてこうコーナーを脱出する、そういう走りも非常に楽しい、そんな気がします。ハンドリングも例えば切れ込もうとしたりとか、もしくは立ちが強かったりとか、そういうことも一切ない、実にナチュラル、これぞニュートラルというお手本みたいなハンドリングだなと、そんな気がします。あとブレーキですね、フロントのダブルのディスクブレーキですね、ダブルのディスクブレーキも非常に出来がよくコントローラブル、握った分だけ忠実に効くというタイプで、非常に扱いやすくなおかつ強力なんですけれども、ホンダのコンバインド ABS を搭載しているということで、リアブレーキのペダルを踏むとフロントブレーキにも適度な制動力が配分されるということで、フロントタイヤを路面に食いつかせながら止まるという感じになるので、リアブレーキだけでこういったワインディングを走ることも十分可能なぐらい、このコンバインド ABS よく止まるブレーキになってます。この非常に扱いやすいエンジン、ライダーの右手に忠実なこのエンジンと、非常に扱いやすくニュートラルなハンドリング、そして各部の質感も非常に高いです。例えばフレームの溶接痕なども非常に綺麗ですし、そういう意味ではこのオートバイ、何を今更という感じもしますけれども、誰にでもおすすめできる非常によくできたオートバイ、買って失敗することのないオートバイの最有力なんじゃないかなと、そういう気がします。